タンジェント1度は有理数か？へへ、そんなの簡単だよ。答えが、はい、だとするね。そしたら、タンジェントの加法定理を使うと、タンジェント n 度が有理数だったらタンジェント n 足す1度も有理数。ってことは、タンジェント2度もタンジェント3度も、タンジェント30度も有理数。でも、実際はタンジェント30度は無理数だから、答えはいいえ。よくできました。えへへ。じゃあ、タンジェント1ラジアンは有理数か？とりあえず有理数だとするよ。そしたら、抜きで同じ話ができて、タンジェント30ラジアンが有理数になる。よね。で、実際はタンジェント30ラジアンは無理数か？知らない。サインやコサインのマクローリン展開というものがあって、遠慮なく使わせてもらう。まあ、さっきタンジェントの加法定理の証明とかしなかったしね。で、これはサインとかが多項式でめっちゃ近似できるってやつ？まあそうだな。さて、x イコール1とするとサイン1とコサイン1の表示を得る。この無限は OK イコール n までで打ち切ったものを SN、CN として、残った部分を RSN、RCN とする。名前長いけど、G とか D ってのも微妙そうだし仕方ないね。さて主役はこの余りの方で、まず、これらの符号はどちらも同じで、n が奇数ならプラス、偶数ならマイナス。まあ、反対には見えないね。こうやって2つずつまとめれば示せる。確かに。同様に、余りの絶対値を上下から評価できる。これで準備完了。問題に答える。そういえばタンジェント1の話か。タンジェント1が有理数であると仮定して、正の整数 p と q を使って9分の p と表す。タンジェント1イコールコサイン1分のサイン1か。というわけで q サイン1引く p コサイン1は0だが、このサイン1やコサイン1をさっきの SN や CN で置き換えたものを AN を 2n 足す1の階乗倍したものを NN とする。SN や CN を 2n 足す1の階乗倍したら整数だから、NN も整数だね。さて、n が大きい時の NN の絶対値を上下から評価する。まず上から、SN はサイン1から RSN を引いたもので、CN も同様。あと q サイン1引く p コサイン1が0であることを使って AN を変形する。いいよ。さて NN はこの AN の 2n 足す1の階乗倍だった。マイナスをプラスにして上から抑える。OK。ここで準備段階で書いた不等式を使う。このための式だったのか。約分するとシンプルになって、n が十分大きい時、nn の絶対値が1より小さいことがわかる。整数だから 0？ まあそうだな。じゃあ、今度は下から評価する。さっきの AN の変形をまた使う。これの絶対値を評価するが、準備で言ったように2つの余りは符号が同じだから、両方に絶対値をつけてから引いても同じ。全部こういう評価のためだったのか。というわけでまた準備した不等式が使えて、これの分母を払うと、n の二次式になり、先頭の係数が正なので、n を増やしていくといずれ正になる。じゃあ AN は n が大きかったらプラスで、NN もこれのプラスの整数倍だからプラスだね。そしたら n が十分大きいと NN の絶対値が0と1に挟まれちゃう。整数なのに。というわけでタンジェント1は無理数でした。おまけとして、超越数の定理を認めて一瞬で示してみる。超越数って超無理数みたいなやつだっけ？まあそうだな。整数係数の一次方程式の解になるのが有理数で、この条件から一次を取り払ったのが代数的数。代数的数でないのが超越数。タンジェント1度って代数的数なの？この24次方程式の解の一つ。そうなのか。さて、代数的数同士の加減乗除の結果は代数的数。という性質があって、今回は証明なしで認めてほしい。まあこれの証明とかやり出したらこっちが本編になるね。それで、超越数の定理というのはこのリンデマンの定理。0でない複素数アルファと e のアルファ乗が同時に代数的数になることはない。π って関係ない気がするけど。オイラーの公式というものがあり、x イコール π とすると e の iπ 乗イコールマイナス1。ああ、そんなのあったね。で、π が代数的数だとすると iπ も代数的数で、定理に矛盾する。なるほど。今のは余談で、本題に入る。タンジェント1が無理数であることを示すのが目標だったが、1は0以外なら他の代数的数でもよくて、さらに無理数であるの代わりに超越数であると言える。めっちゃハードル上げてるけど大丈夫？とりあえずタンジェント x が代数的数だと仮定して、e の 2ix 乗という数を考えると、これは代数的数になる。でも 2ix って0じゃない代数的数だから、定理に矛盾するね。証明終了。さっきの苦労は何だったの？ご視聴ありがとうございました。